こんにちは、つむぎです。ルーさんです。皆さんお待たせしました。今回はカブリ G2 を使ってヘリコプターの飛ばし方の解説をやっていきたいと思います。つむぎちゃん、今日もよろしくね。よろしくね。それではまずはアシストとコントローラーの設定から見ていきましょう。設定メニューからアシストを開いて、ヘリコプターアシストサイクリックテールローターコレクティブのチェックボックスをオンにしておきます。アシスト機能を一度外して試していただくとわかるのですが、これらのアシストがないとかなり操縦が難しくなります。訓練では適用されなかったので、フリーフライトのみで使用できるのかと思います。続いてコントローラーの設定です。こちらはいつものごとく必要に応じて一時停止して参考にしてくださいね。アクシスの感度はデフォルトのままで大丈夫ですが、必要に応じて各自調整してみてください。トリムにはかなりお世話になるので、このようにハットスイッチに割り当てておくと便利です。フライトスティックのみでも十分操作可能ですが、スロットルコントローラーをお持ちの場合は、スロットルにコレクティブ軸を割り当てておくと操作しやすくなります。それでは羽田空港の駐機場に向かいましょう。ということで羽田空港にやってきました。駐機場から開始する場合はローターカバーと気筒カバーを外してから機体に乗り込みます。滑走路やヘリパッドから開始する場合はエンジン始動まで完了しているので、そのまま離陸が可能です。まずは簡単に機体のシステムを確認していきましょう。こちらにあるのがコレクティブレバー。上げると機体が上昇し、下げると降下します。奥にはスロットルがついていて、そちらで回転数を制御します。続いてこちらのスティックがサイクリック。前後に動かすとピッチを制御し、左右に動かすと旋回します。こちらは固定翼機の操縦桿と同じような感じですね。サイクリックの左上についているのがトリムで、前後左右の姿勢維持を補助してくれます。こちらについているのがアンチトルクペダル。固定翼機のラダーペダルと同様に機種の方向を制御できます。続いて計器類を見ていきましょう。一番左上にあるのが旋回釣り合い系です。飛行中はこちらを確認し、できる限り水平を維持しておきます。続いてこちらの3つが左から高度計、水平儀、待機速度計です。あとこちらが昇降系 VSI になります。旋回釣り合い系と高度計の間にあるのが方向指示器ですね。中でも昇降系の降下率については注視する癖をつけておきましょう。特に低速の場合に降下率が大きいと、自身が発生させたダウンウォッシュに巻き込まれて降下率が大きくなってしまうボルテックスリングステートという状態に陥りやすくなるので注意が必要です。なんかしれっと出してきてますが、このようなアドオンや MSFS2024 の設定の中の全般フライトインターフェースからコックピットビューと外部ビューのヘッドアップディスプレイを有効にしておくと分かりやすくなります。右上にある EPM は右ウォルトと左クリックで切り離しておきました。そうしたら今回はコントロール E でエンジンを始動させていきましょう。エンジンの始動を待っている間に、この機体にはガーミンが搭載されているので、簡単にルートを入力しておきましょう。こちらのフライトプランページからデパーチャーを選択して出発空港の RJTT を入力しておきます。今回は都庁屋上のヘリパッドに向かうので、ディスティネーションには RJ2W1 と入力します。今回はまっすぐ向かいますが、途中ウェイポイントを経由する場合は Add ウェイポイントから経由したいウェイポイントを入力しておきましょう。これでマップを確認すると入力したルートが表示されるので、これに従って飛行すれば目的地に向かえます。コレクティブレバーを操作すると EPM 内の MLI の数値が変わります。こちらは通常 100% を超えない範囲で調整してください。スロットルはアシスト機能で適正値に調整してくれるので、特に操作は不要です。そうしたらこちらのクラッチカバーを閉じて、ストロボライトとナブライトをオンにしておきましょう。それで
はコレクティブレバーをゆっくりと上げてホバリングを開始していきましょう。だいたい 70% を超えたあたりで 2,3 フィート上昇できるかと思います。様子を見ながら少しずつ調整していってください。浮上したら少しずつ移動してしまうので、サイクリックを前後左右にちょっとずつ動かしながらその場にとどまるようにしておきます。アシスト機能を使用していない場合はこのように機体が回転してしまうので、アンチトルクペダルと横方向のトリムを使って回転しないように調整します。トリムを使用する際はアンチトルクペダルやサイクリックで安定させた後に様子を見ながら少しずつトリムを動かしてアンチトルクペダルやサイクリックを少しずつ戻していきます。アシスト機能を使用していても多少発生することがあるようなので、その場合は同様に対処しておいてください。すでに機種を進行方向に向けてしまっていますが、アンチトルクペダルを使用して機種を進行方向に向けてタキシングを開始します。加速するときはサイクリックを前に倒し、減速するときは後ろに引きます。左右に倒せば横方向への移動も可能です。ということでランウェイ16レフトにやってきました。ランディングライトをオンにして離陸を開始していきます。動画の都合上ここでオンにしていますが、滑走路に進入する前に済ませておきましょう。コレクティブレバーをゆっくり引き上げて上昇し、サイクリックを前に倒して加速していきます。慣れていないので加速しながら上昇しちゃってますが、本来は地上十数フィート付近でローテーションスピードの45ノットを過ぎるまで加速し、その後ゆっくり上昇していくということです。1000フィート前後で上昇していますが、理想の上昇効果率は500フィートとのことです。ある程度上昇してきたら都庁に向かうために右旋回を開始します。旋回する際はサイクリックをバンクさせたい方向に倒すだけで OK です。旋回する際は機体が不安定になりやすいので、急激な操作はせずゆっくりと旋回を開始していきましょう。また旋回が終わったら旋回釣り合い系を確認して機体が水平になるように調整しておきましょう。続いて上空でホバリングしてみましょう。サイクリックを手前に引き、待機速度が0になるまで減速していきます。合わせてコレクティブを調整し、上昇効果率を0に近づけていきます。そうするとこんな感じで空中で静止することができます。巡航中常にサイクリックを前に倒し続けるのはしんどいと思うので、トリムを使って待機速度を維持できるように調整しておきましょう。トリムを様子を見ながらセットして、サイクリックも様子を見ながら少しずつ戻していきます。急激に一気にやってしまうとピッチが不安定になってしまうので、何度も少しずつセットしていってください。コレクティブを調整するのも忘れないようにしておきましょう。トリムの調整が済んだらサイクリックから手を離しても前に進んでくれるようになるので、こんな感じで空中散歩を楽しんでみてください。それでは最後にアプローチいきましょう。目標が見えてきたのでランディングライトをオンにしておきます。左に見えるのは明治神宮の森ですね。ここでちょっと補足ですが、旋回釣り合い系の下にあるボールが真ん中の線と線の間にある状態が一番水平です。なので今回トリムの調整がうまく最初から右に少し傾いていましたね。もう少し左にトリムを取っておくべきでしたね。そうしたら減速しつつコレクティブレバーを下げて降下していきましょう。45ノットを過ぎると降下率が増えやすくなってしまうので、常にコレクティブを調整するようにしてください。45ノットを過ぎてからはできる限り降下率を300フィート以内に調整します。ヘリパッドが近づいてきたらタキシングの要領で接近し、真上でホバリングをしてゆっくりと様子を見ながらコレクティブレバーを下げていき、機体を地面に設置させます。慣れていなくてできていませんが、設置の前に軽くサイクリックを引いてフレアをかけれるとより良いです。ちなみに本来は45ノットを下回らない範囲、50ノットなどで降下しながら近づいてきて直前で減速するのが正しいようですが、それは結構難易度が高いので空港の滑走路で練習してからの方がいいのかなと思います。なるほどですね。
ということで、皆さんお疲れ様でした。ということで今回は MSFS2024 のカブリ G2 を使ってヘリコプターの飛ばし方の解説やってきました。現実とは異なる部分もありますが、それでもかなり難しいですけど、皆さんもぜひ参考にして飛ばしてみてくださいね。この動画が参考になった、面白かったと思っていただけたらチャンネル登録高評価で応援していただけると嬉しいです。それじゃあ今回はこの辺で、せーの、また見てね。